パパパパほんまに今行こう。ちょっと待って、まだ年越えてないの。メニューなんですか？今日ははいすき焼きとはいスシローの寿司とお寿司とカニやろ。カニがさ、明日か。おせちはいお寿司が来ます。行きます。はいはい、皆さんこんにちは、宇賀さきです。今日はですね、映えない私のお正月ということで、今日は12月31日、2025年最後の日ですね。こんな感じで父と久しぶりに2人でスーパーに行ってお正月の晩餐会の準備をしております。カナダに行った時は一人で何でもできるって思ってたんですけど、やっぱこうやって父と買い物してると、こんなスーパーのカニじゃなくってもっと毛ガニだったりとか買ってあげれるようなビッグな自分になりたいなって思いつつ、でもこの何気ない日常、映えない日常ってなんかめっちゃ幸せなんですよね。最重要項目、酒。あ、ママと梅酒飲もうかな。リキュール買う？どう思う？リキュール禁止です。リキュール禁止。これ500円やで。正月だしね。はい。で、父は絶大に母から信用されてないので、このようにメモをですね渡されて、これを全部買ってきてという風に言われてますね。本当にこの時期になったら父は張り切ってしまうので潰れます。お酒を飲んで潰れるんですね。はい。もうこれが父の幸せなので、そうやって生きてる父もかっこいいです。はあ、ちなみに私は寝起き5分で年越しそばを食べてきました。手製のって言わない。手製の今年越しじゃなくてハムがなかったので、ハムだけ別のスーパーに買いに行きます。業務スーパーっていいね。業務スーパーに買いに行きます。なんで業務スーパーって言わなあかんの？庶民的や。庶民的なのを見せなあかんの？うちかなり庶民的やけど。でも僕が映ったって全然庶民的やろ。はい、皆さん今は12月31日ということで、もう今年が終わってしまう。お疲れ様。でも正直もう2025年から即座に逃げ出したくって、25年は本当にもうって感じだったので、なんかその分2026年が今楽しみなんですね。なのでこうやってちゃんと実家で年末年始を過ごすためにカナダから帰ってきましたし、もうここで気持ちを入れ替えて、はいってことではいもう見てもらったら分かる通り、お父さんがすごく張り切ってるんですね。でなんかやばい、俺がまた YouTube に出演だって言って、効果音はこんな感じで、出演するときは俺の効果音はこんな感じでよろしくみたいな頼まれて、なんかすごいこんなに親って YouTube 出たいんかなみたいな、なんか私が困惑しててっていうのは置いといて、今年最後の YouTube をアップしますっていうのを載せたので、皆さんにやっぱり今年最後の YouTube をお届けしないといけないということで頑張るよ最後。はい。でこれが終わったらもうね、おせちだったりだとか、すき焼きだったりとか、カニパーティーだったりとかわかんないですけど、とにかく年末年始は家族が張り切るということで、はい、それまでにちょっとアップロードできるように頑張っていきます。疲れた。今3時間ぐらいぶっ通しでやってるんですけど、やばー、今6時でしょ。ってことはお父さんが今もう張り切ってキッチンに立って準備をしてるんですね。この仕事を絶対に7時ぐらい8時ぐらいご飯までには間に合わせないといけないということで、もうガンダでやってますマジで。でもみんなが見てくれるからマジで頑張る。なんでここはストレス恥ずかしすぎるからモザイクしようかなと思ったけど、あえてアップする編集にしようかなと思って、私結構マジで編集会社から本当に雇ってもらえるぐらい技術はあると思うんですよ。恥ずかしいことは逆になんか公開しちゃえばなんか恥ずかしくなくなるみたいな、そういう現象を覚えてしまったので、良くないかも、下品かもしれませんが、脇汗ってみんな出るじゃん。だからいいの
だからいいの。はい。で、お気づきの方もいるかもしれませんが、私は毎年ね、家族と年越しをするんですね。なんか地元の友達が本当にいなくて、なんでかっていうと結構オブラートに包むといじられてた。はい。なので地元の友達はいませんし、なんならこの実家で過ごすのが一番私的には楽ですね。家族がやっぱり私がカナダにいる時は会えないので、こういう時に帰ってきて一緒に時間を過ごす、お話ししたりとか、やっぱそういうことをするのが一番の親孝行かなみたいな。いつかは親の口座に1億ぐらい振り込めたらなと思っております。ふおーんっていうのつけなあかんね。何？前の自分のやつ見てない？見てない。効果音。そう。なんかあったら覚えてない？効果音指定してくるの。なんか声数えてんね。風じゃん。韓国のクラブで叫びすぎて。実は今回してんじゃん。食べてるけどね。もういいよ。はい。皆さん、はい、行きます。はい、一年がお疲れ様でした。はい、お疲れ。乾杯。もう今回漏れない実家 Vlog。わさびはわさび。わさび。はい、わさび。こう出てるのを先食べようよ。じゃあでも残そうかなあかんやん。これ3個で。はい。スシローのお寿司。クラブから主役のさっきに戻る瞬間がテレビの YouTube で見出してんけど見られてる気がしてる。さっきもさ、なんかカナダでさ、なんかハウスパーティーとかするとき誰かが絶対テレビでさっきの YouTube 流すねんやん。ほんまにやめて。めっちゃ嫌や。え？僕地元の友達おらん。乾杯。爸爸，爸爸，ほんまに行こう。まだ年越えてないの。ちょっと寝るわ。まだ呼びに行くわ。ほんまに呼びに行くわ、年越しの時。絶対行く絶対。行くから。僕たち私。はい、こんなことをしてる間にまさかの年を越してしまいました。こんにちは2026ということで、年越しの瞬間私はお皿洗いをしていたということでですね、なんとも悲しい。 SNS を開けばみんながなんか神社に行ったりとか、カナダでは花火を見たりとか、海に入ったりとか、なんかいろいろキラキラしてるなと思いつつ、私はこんな感じで平凡で、でもなんかすごく幸せな年末を過ごしておりました。実家に帰ってくると、私が昔の子供に戻ったね姿でそのままでいられるっていう、この環境がすごくありがたくって、だからこそこれからもっともっと頑張っていこうって思えるし、なんかこの静かな時間がね、自分を見つめ直す時間になったりとかします。なので結構はい素敵です皆さん明けましておめでとうございます2026来ましたね。まさかのこんな早く来るとは思ってなかったんですけど、ちょっと今からみんなとお酒を飲みながら語っていきたいと思います。よろしくお願い。はい、父がねあんなに酔ってる姿を見ると、娘というのはお酒というものを飲みたくなくなるのですが、遺伝というものが邪魔をしています。飲みます。It is what it is。実家すぎるので、もう私はこのユニクロ様の服を着て暖かく健康を保っておりますということで、ごめんなさい今日めっちゃダサいよね。ネガティブな言葉は禁止だよ2026件。あきやめ固定のチェアーズ。たまんね。前回の動画でも少しお話ししたんですけど、私2025は最悪だったっていう話を動画の後半の方にして、一言でまとめると試練の年だったって感じで、何があったかっていうと結構時効なので、もう皆さんとお話ししようかなと思うんですけど、まずね、なんか本当に仲の良かったお友達と疎遠になっちゃった
この年っていうか20代前半とかいろいろこういう人間関係の移り変わりっていうのはあると思うんですけど、なんか私もいろいろ考えることが多くて、そこからなんか自分で学ぶことが多くて仕方ないんです。みんなの幸せを私も願って、私の幸せも願ってくれる人たちはずっと一緒に幸せに生きていきたいなっていう、そういう年でしたね。なんか20代前半って結構みんな就活とかもう本当に自分の人生にいっぱいいっぱいになるじゃないですか。私もそうだったから、なんかみんなが就職活動してる中、なんか私どうしようみたいないろいろ自分で試行錯誤してたんですけど、そっからだいたい3年ぐらい経って今ちょっと安定したっていうか、自分のことは自分でできるようになった、そういう年になったんですけど、次はやっぱりなんかこうみんなと一緒に幸せになりたいなっていうのをすごく実感して、それを自分ができる立場にもなりたいし、やっぱ人生って人とのつながりがマジで財産だと思うの。本当に金でもないし、もちろん金があったらやりたいこともやれるけど、お金ってなんか人生のツールでしかないなって思うから、お金これが全てじゃないんです本当にっていうのを改めて実感した年だったんですね。はい、ちょっと乾杯。Cheers。そうだから2026年はもちろん周りの人もなんか家族も大切にしていきたいなって思うし、プラスアルファで自分自身をもっと大切にしたいなって思う年でしたね。なんか2025年は2025年までは私よりも他人の気持ちとか他人の感情に流されてた自分がいたんです。正直問題、実生活でなんか私ってめっちゃ他人の気持ちとかを読み取れちゃうタイプだからこそ、友達の間で誰か一人が困ってたら私がそれを助けないとみたいな、その人が本当に困ってるとかじゃなくって、ただふてくされてるとかだけでも私はなんていうの、自分を犠牲にして助けちゃったりとか、なんか本当に楽しめたのに、なんか実際にあった話だから話さない方がいいんだけど、なんかそういうことがありまして、なんか最近なんか人といっぱいいたら自分がやりたいことを見失う性格だから、ケミオさんも言ってたんですけど、自分は今何がしたいかっていうのを時々考えるようにしてるっていうのをラジオで聞いて、マジそれかもって思って、私は2025年の後半にそれを考える癖をつけて、じゃあなんか本当に自分がしたいこととか、自分がどうやったら満足できるとか後悔ないようにできるみたいな、そういうマインドを手に入れたかな。それが一番結構でかかったかも。今までは本当に脳が勝手に他人の感情をガーって読み取って自分もその感情になっちゃうみたいなことが多すぎて、結構いいことだし、他人から見たらめっちゃいい人だと思うの。言い過ぎわかんないけど、でもね、本当にね、そういう感じだったんです。でもやっぱ良くない。自分優先していこうってことで、自己中ではなくって、なんか自分の人生やっぱ自分しかいないし、結局誰かに嫌われたとしても誰かに好かれたとしても、なんかそれに左右してたらダメだなっていうのに気づいて、自分のことを自分で愛してれば変わんないんですね。もう本当に傷つくこともないし、自分かっこいいって今自分自信持って言える、本当にマジで憲兵団。かわいい。そういえばこの前友達と1週間韓国旅行に行ってきて、そこでいろいろ気づきましたね。なんか旅行でもみんなが幸せそうだったら、もう本当にね幸せなの。私ごめんなさい、声枯れてるのは韓国のクラブで叫びすぎただけなんです。すいません。なんですけど、本当に幸せだった。っていうかこの前韓国に行って、ここのボトックスと唇ヒアルロン酸入れてきたんですけど、可愛くない？はい、皆さん2025年どんな年でしたか？弟はめちゃくちゃいい年って言ってたし、お母さんはなんかちょっと最悪だったって言ってたし、でもこの最悪があるからこそ次絶対いい年にしてやるってマジで心の底から思って、自分に甘えないし他人に甘えないし自分軸を持って、筋通してこう。みんなよろしく。
なんか本当に自分が好きになった2025年を終えて、なんか我慢の年だったし、2025年本当にもうリピートなし、本当にリピなしって感じなんですけど、なんかそういうね、最悪みたいな、もうみたいな経験があったからこそ、私新しい夢もできたし、全力で頑張ろうって思えたし、本当に私ちっちゃい頃から結構なんか外れてて、こう輪っかの中から、みんなの普通から外れてて、だからそれがコンプレックスでもあったんですね。なんかそれがダメってこう間接的に評価されるような社会だったから、なんかそれが自分のダメなとこだって思ってたけど、やっぱこう周りの人がポジティブだから、さっきはそれでいいよとか言ってくれたらさ、これでいいんだってなるやん、本当に。だからなんかそういう人たちをちゃんとこう大切にできた年でもあるし、逆にお別れもあったけど、それもその人のためだと思うし、私のためだと思うし、なんか人生、なんか2025年一言で表してください。熊じゃんか。日本は熊だったじゃないですか。私個人としては人生って感じでしたね。なんか SNS ではキラキラしてるように見えるし、なんかそれが嫌だったんだよね。なんかもちろんさ、みんなさキラキラしてるように見えてさ、辛いこととかいろんな試練を乗り越えてるわけじゃん。もうトップスター、なんか誰かわかんないけど、もうすごいトップスターであれ、皆さんそれぞれね、本当に辛い経験とか、なんだろう、トラウマとかわかんないけど、そういうのがあるからこそ、私はなんかキラキラだけを見せるのってなんか罪みたいなことを思ってしまって、だってまあ私もみんなからしたら赤の他人になっちゃうじゃん。おすすめインスタとか流れてきて、何この人みたいな、なんかキラキラしてみんなと旅行行っておしゃれして、すごい私この人の人生って思われる対象の人かもしれない。それを思わせてるのがなんかすごい嫌だなって思って、2025年は私もそうだったから、昔こう他人と比べて病むみたいな、なんかそういう感じだったから、なんかそれを自分がやっちゃってるんじゃないかなって思って、承認欲求ってものが本当になくなったんですね、2025。だから本当に TikTok とかも全然更新してないし、なんか無理して更新しようっていう風にやってたから、なんか全然ね、みんなに刺さるものを提供できたか、ね、供給できたかっていうそういう感じなんですけど、私は本当にもう世界のみんなが平和で、世界の生物全員が平和であってほしい。もう本当平和主義すぎて、友達全員が幸せだってほしいし、家族全員が幸せだってほしいし、猫ちゃん、私の猫ちゃん、こてつちゃん、めいちゃん幸せだってほしいし、私が知らない人、おじさんおばさん、お兄さんお姉さん、子供わかんないけど、ゾウさん、キリンさんも知りませんが、わからないけど、全ての生き物がみんながね幸せだったら戦争なんてないっすよ。てか戦争怖くない？なんかアインシュタインが言ってたこと言っていい？代弁するわ。なんかアインシュタインが第三次世界大戦が第三次世界大戦の次第4次世界大戦が行われるのなら木の棒と石で戦うみたいな。だから人間リセットみたいなことを TikTok で見てしまって、なんか TikTok ってこういうことやってくるよね、本当やめてって感じなんですけど、なんかそういうことに一喜一憂されるからあんまりもう TikTok 禁止、本当に2026 TikTok 禁止で、なんかやばいみたいな、本当に人生が終わるこの世代に生きてたらどうしようとか、一緒にして全員がもういなくなって記憶もなくなって、ただパーン。やめようこういう話、やめようこういう話、楽しい話しよう。はい、2026年皆さん楽しみにしてることは何ですか？私はなんかいろんなとこに行きたいのはもちろんなんですけど、無理せず自分のしたいことをする。これ本当に流されず、25歳になってもう流されないでおこうとか、なんかもちろんのことだと思うんですけど、でもやっぱなんかまだ子供だなみたいな、まだ成長するとこいっぱいあるなっていう、でも成長することがあるから楽しいよねみたいなそういうこと。はい、ということで、深いようで浅い話、皆さん本当に皆さんと一緒に2026年も走っていきましょうということで、楽しみ。2026どんな年になるの？みんなでやばい、2027、3、2、1の頃にはやばかったね、今年エグいみたいな、もう今年うちらエグかったって言えるようにしましょう。今回見ていただいてありがとうございました。ずっとこの服でなんか実家感すごかったと思うんですけど、超リアルな実家の過ごし方、年末年始の過ごし方でした。
また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。